お待たせしました。ディバインローズにこのパレットのレビューをしたいと思います。もうこのパレットね、到着してからなかなか受け取りとかレビューができてなくて、本当に皆さんもすでに他の動画でね、いろんなね、スウォッチとか見てると思うので、今回の動画では改めて再確認していただければと思います。今回の動画については、ディバインローズ2ができるまでの簡単な流れ、そしてディバインローズ1と2のパレットの違い、注意点や色味の紹介、ローズパレット1、2、そしてリチュアリスティックローズとの色味の違い、さらにほんのりと緑っぽいような風味があるようなものもあるので、そういったものとか4色パレットに入っている緑色のもの、そういったものも比べていきたいと思います。そして個人的にこのパレットと結構相性がいいんじゃないかなと思うようなパレットの紹介と、最後に4つぐらいのレックを簡単に載せたいと思いますので、最後までごゆっくりとご覧ください。早速ディバインローズ2が発売されるまでの簡単な流れについてお話ししたいと思います。このパッドマークグラスのマザーシップパレット8、ディバインローズ2に関してなんですが、ディバインローズ2というからには1があります。それがマザーシップパレットの7になるんですけども、前回レビューでね、上げているので、もしご覧になってない方はぜひ見ていただきたいんですが、パッドマックグラスの中では本当に大ヒットした商品です。もちろんね、彼女の商品っていうのも全て大ヒットするんですけども、カラーストーリーがね、色の並びっていうのがみんなこの似た系統で、すごく女性らしくてみんなが使いやすい色味。だからもう初心者から上級者まですごく使いやすいものだったので、余計にこの入りやすかったってこともあるし、もちろんすごくいい色なので、大人気で完売続出だったんですね。そんな中、今年の2020年の5月の14ぐらいだったか、半ばぐらいに、パッドがね、またこのキラキラして中からこう、さーっとね、このパレットを見せてくるわけなんですよ。みんなざわついて、何新しいパレット何が出んのっていう形で、しかもすぐ開けないもんだから、中身見たいのにこっちは。噂でもね、このディバインローズの実らしいみたいな、中身のね、画像が出たりとかしてくるわけなんですね。そして今回初めて、マルチクローム。で、マルチクロームっていうのは、光の当たり方によって色がね、3色にも4色にもいろんなマルチで見えるものを言うんですが、すでにもう市場には出ています。ただ、パッドマックグラスっていうのは、このマザーシップパレット5の方でもお話ししたんですが、本当に名の知れた、もうエリザベス女王からとかも勲章もらったりとかね、ものすごく芸術性にも溢れてるような方です。パッドがマルチクローム出すのみたいな。どんだけすごいんだみたいな。私はその期待がすごかったです。しかもパッケージもピンクとか限定版が出てくるわけなんですよ。っていう中でもナオミ・キャンベルがファーって出てきて広告塔となって宣伝するもんだから、もうそりゃみんなあのディバインローズの第2弾また違う感じが出るってことで、みんなもね携帯とかねもう待ってて、発売されたらすぐに行くんで、殺到したりとかね、そんな中でもすごく一瞬で売り切れたりとか、海外では購入できてもその後にすぐ連絡が来て、ちょっと購入はできませんでしたってことでキャンセルのね連絡があったりとか、結構もうそれぐらい大人気のパレットでもあったわけです。そんなディバインローズ2なんですが、こちらがそのパレットの箱になっています。皆さん1と2の箱どっちがお好みですか？私は断然1の方が好きなんですけど、2の方はね、今回ちょっとまたちょっと灰がついてたりとかね、ただすごくもう芸術性にあふれてバージョンアップしてる感じですよね。そんな感じが出ています。で、1のパレットにはここにアイシャドウパレットって書いてたんですが、2のパレット、こちらにはアイシャドウパレットの代わりにアーティストリーパレットと記載があります。そして裏側を見てみると、アイシャドウはこういった色味、プレストピグメントはこの色味ということで、今回マザーシップパレットの中に1色プレストピグメントがあります。以前私の動画でも販売時に箱の記載にプレストピグメントのままになっているものに関しては、顔周りには使ってもいいんだけども目周りには避けて使う必要があるということをご説明したことがあると思います。このパレットもそうで、裏側を見ると下の方に「アテンション注意してください、この色目周りに使わないでくださいね」って記載はあるんですが、パッドのねインスタグラムとかでも思いっきりこの色目の周りとか使ってますでもね、結構もう実情というか、そういったねプレストピグメントでも実際に症状としてはつけても色がねかなり発色がいいので、やっぱり色の色素沈着っていうのが起きるんです。ただ1日ぐらいするとその色も取れるので、それだけで済むって言った人はもう気にしないで使うって言った方も海外では結構いらっしゃいます。
ただ敏感肌の方は色素沈着では済まなくて、もっと肌の炎症が起きたりとかいろんな可能性があるので、アメリカの厚生労働省のようなところ FDA は目周りに使うことは推奨しないので、アイシャドウパレットとして販売することはできないんです。なのでアーティストリーパレットとして記載がある、そんな流れになっています。今回このパレット真ん中に入っているこれがね、例のプレストピグメントで目周りに使うことは推奨されていないので、基本的にはねチークとかでもすごく綺麗にいくんですけども、人によっては使うことは全くありますが、なのでちょっとパッチテストみたいな感じで一部だけ使ったりして試してみてもいいかもしれないんですが、この色それだけではなくて色素にカルマインというものが使われています。カルマインっていうのは皆さんちなみにコチニール色素ってご存知だったりしますか？私結構ね桜餅とか大好きで、赤色の着色を使う時にコチニール色素って使われることが多いんですが、実はそれ皆さんググっていただけるとうって思うような虫がいろいろ出てきます。虫から取る赤色の色素なんですね。なので一回ねそういう画像を見ちゃうとおーっと思ってコチニール色素を私は避けるようになったんですね。でも桜餅大好きで、基本的にコチニール色素っていっぱい入ってるので、周りにコチニール色素が入ってないものもあるので、そういったものを選んで食べるようにはしてたりするんですけども、で今回こちらの色味がそういったね虫からできてるような原料を使われているのでビーガンフリーではありません。ビーガンフリーっていうのは製造過程において一切ね動物に由来するものを使っていないっていうものなんですが、この色味のね色素がそういった虫由来のものを使っているので、もし気にされてる方がいらっしゃれば一応そういった原料が使われていますよっていうこともお伝えしたいと思います。ただねでもすごい綺麗なんで、結局ね写真とか見るとうっと思うんだけど、綺麗だからやっぱ使っちゃうっていうね、そんな感じなんですが、このパレットの使用期限に関しては今回12ヶ月になっています。ローズパレット1の方の使用期限は18ヶ月で1年半だったので、ローズ1と比べてローズ2の方が使用期限が半年間短くなっています。そしてローズパレット1も2もイタリア製になっていて、価格に関しても同じ125ドルになっています。ただパッドマックグラスの公式サイトではちょこちょことセールをやっているので、私は 10% オフで買いました。私のインスタグラムにそういったセール情報が来たら皆さんに共有しているので、よろしければインスタもフォローしてみてください。ではこのパレットの色の紹介に移りたいと思います。こちらがマザーシップパレット8ディバインローズの2になります。こういった形で、このね右側4つが特別シェードなんですけども、今回すごくね光のラメ感も細かいです。すごく綺麗なのでスウォッチ楽しみにしててください。そしてこのプレストピグメントすごく鮮やかなピンクです。そしてシマー感のあるものはすごくクリーミーで、マットが2色に、あとは左上がハイライトになるような色味になっています。最初に左上のシマ感のあるものです。こちらは白っぽくねパンでは見えるんですが、ほんのりピンク色っていうのが出ていると思います。この色味の感じはほんのりとねピンクがちょっと見えるような、白とピンクのデュオクロームといったようなシマ感がありますね。こういった感じになってます。そしてこちらがマットが2色入っています。今回はねピーチオレンジといったような見え方がしますね。ただパンで見る限りは結構ピーチ色っていった形なんですけども、スウォッチするとオレンジの感じがちょっとわかるかなと思います。すごく肌なじみはいいと思います。パッドマックグラスのマットの質感っていうのは発色も良くて、ブレンドもね少しずつ綺麗にできるのでとても使いやすいと思います。そしてシマー感のある色が2色入ってるんですが、この左側の色がね素晴らしいです。何がいいかっていうと質感で、同じシマー感なんだけどもとにかく柔らかくて滑らか、もう本当に滑らかなクリーミーなタイプのシマー感です。発色も本当に良くて、1回のスウォッチでもうこのぐらい綺麗になっていて、もう海外でもこの色味っていうのはこの質感とかも大人気でかなり絶賛されているものになります。そして右側もね綺麗なブラウン、これは2回スウォッチしているような感じの色の乗り方になります。こういった形ですね。こちらがプレストピグメントのピンクになります。ものすごく可愛らしい可憐な色になってるんですけども、これね薄く本当に軽くスウォッチするとどうなるかというと、左側にある感じかなり淡く薄い感じですよね。なのですごくねほんのりとつけてあげることも、チークとかのねところにつけてあげてもすごく綺麗かなと思います。こういった色の見え方をしてくれます。こちらがマルチクロームになっています。で結構ねこう見るとね緑になったりピンクになったりってあると思うんですけども、案外優しい色なんだなって感じる方いらっしゃいませんか？
まさに私がそう感じたんですけど、結構マルチクロームのその市場っていうと、もっとね、緑だったら濃い緑、ピンクはもっと濃いピンクで、もう色がガラッと変わってしまう、もうそれですごいっていうのもあったりするんですけど、そういうのって逆にね、使いにくかったりもすると思うんです。ただこのぐらいの色味だと、私みたいにね、黄み帯びた肌でも結構肌なじみがいいのと、あとは色白の方でもすごく綺麗に入るので、いろんなスキントーンの方にも合いやすい色なんじゃないかなって思います。この動きが綺麗ですよね。この色がね、ピンクからほんのりゴールド、そしてグリーンっていった形で3色がね入ってる感じに見えると思うんですけど、ただね、この緑とピンクのこの組み合わせがあんまり好きじゃないっていう方はこれは向かないとは思います。やっぱりその色が出てしまうので。ただね、これはナチュラルメイクする方でもすごく使いやすい淡さだと思います。逆に色の濃さを出したい方っていうのは、筆を濡らしたりとかねすることでもっとメタリックさが出てキランとなってくれるんですが、ただなっても色味はこの色味で、ただこの強くなるだけなので、色のねサイドがすごく変わるっていうわけではないので、そこはね気に留めておいた方がいいかなとは思います。すごくね、これはナチュラルメイクをする方にも使いやすい色ですね。バラみたいですよね。本当にローズっていうだけになって、ローズの色とあと幹の色とかね、このバラを連想させるような、とてもね芸術性にあふれてるような仕上がりになってると思います。最後に残り3つの特別シェードになります。私は今回ね、この右側の色っていうのはすごく好きで、ラメ感が本当に細かいんですよね。で、細かくて、ただ輝きがものすごくあって、ガラスのねツヤのようなものがあるので、この見え方は私はとっても好きです。キラキラってして、すごくねこのツヤが好きでも、あんまりラメ感が目立ってね派手になりたくないっていった方は、このぐらいだったらすごい使いやすいんじゃないかなって思います。そしてゴールドとかね、あとはカッパーっていうのかな、このちょっとオレンジ味があるようなゴールド、そういったものが入っています。こういった見え方になります。いかがでしたか？で、迷われてる方もしかするといらっしゃるかもしれないんで、ディバインローズ1と2の比較、そしてリチュアリスティックローズの比較を今していきたいと思います。ではこのローズの2のパレットと、あとは1のパレット、1の方がやっぱり全体的にクールトーンだと思います。なのでクールトーンがお好きな方は多分こっちの方にときめくんじゃないかなと思うんですが、あとはね、これがリチュアリスティックローズ、結構これはねクールトーンもモームトーンも両方ともいけるような感じなんですが、ちょっとこの辺見てみたいと思います。で、今回の色味でこのねエレガンザの色が本当に綺麗なんですね。滑らかなんですよ。この感じと、あとこれでいうこの感じね、この感じ、そしてこれで言うと色のねこの感じで言うと、これが一番近いので、ちょっとこれをね一緒に見てみると、こんな感じの違いがあるんですが、それぞれ乗せてみるとねこんな感じになるんですけども、一番左がローズパレットの2の方ですね。そして真ん中のものがローズの1のパレットから、そして右側が4色パレットのものなんですけども、4色パレットの方はねやっぱり特別シェードが入っているので、輝き具合がかなりちょっとね強めだと思います。で、ちょっとこの真ん中が濃いので、同じ1に入っているこの特別シェード、これをねちょっと見てみたいと思います。これだったらどんな感じかちょっとのっけてみますね。こんな感じになります。ちょっと下の方乗せたんですけど、やっぱりこっちの方がもうちょっとねオレンジ味があると思います。これとかが近いかなとも思ったんですが、でもこの色みたいなようなものは実はこっちには入ってないんですね。これ似てないと思われた方いらっしゃるかもしれないんで、そんな方のために装置をすると、これはね結構濃い発色をします。こんな感じ、一番左に乗せたんですけども、色の系統はね同じなので、こういった感じのグラデーションとかもすごく綺麗なので、この相性もねとってもいいんじゃないかなって思います。なのでちょっとこういったこの色のね左から2番目のものですね、そういったものが好きな場合っていうのはこっちにしかないような色味になってます。こっちにもねありそうでちょっとないと、こっちの方がもうちょっと若干この輝きもあるし、パープルが入ってるような雰囲気に感じるのは私だけですかね。ちょっとこんな感じも見えたりします。で、あとはブラウンをちょっと比較してみたいと思うんですけども、こっちに入っているねこのブラウンは赤みがあると思います。で、こっちに入っているブラウン、こっちの方もねもうちょっとクールトーンというか、断然ね色のトーンが違いますよね。
でこっちに入っているブラウン、これは特別シェードなのできらめきがあるんですけど、このぐらいの違いになってくるんですね。ちょっとこれも腕にのせてみたいと思います。こんな感じになります。ちょっとねスウォッチちっちゃめなんですけど、やっぱり赤みのあるブラウンと焦げ茶、そして右側の方がねやっぱり質感がありますよね。こういった輝き好きだったらやっぱこのパレットはね本当に可愛くて綺麗だと思います。であとはこのゴールドね、この辺のちょっとゴールドの感じと、あとこっちに入っているゴールド、こっちに入っているゴールドの感じ、そしてここに入っているゴールドをつなげてねちょっと比べてみたいと思います。こんな感じになります。一番左に入っているのがローズパレット2の方ですね。真ん中がローズの1の方と、右に入っているのがこのね4色パレットの方なんですけど、みんな若干ちょっと違いますよね。皆さんはどの色がお好きでときめきますか？結構ときめく色って案外自分に無意識的に合ってる色を選んでたりするので、素直にときめく色を買うと結構自分に合う色だったりもしますよねって結構思うことがあるんですけどこういった感じでね、結構右の2つこの辺が似てるんじゃないかなって思います。こんな感じでね、左の方は結構もう黄色みもあるので、好き嫌いが分かれるかもしれないんですが、ゴールドに関してはこんな感じになってます。続いてこの色味、このねちょっと緑っぽいものと、あとはマザーシップパレットの他に入っている緑がね特別シェードになるようなもの、4色パレットの緑も比べていきたいと思います。で緑のねこのパレットねまだレビューしてなくてこれからするんですけど、これもすごく綺麗なので取り急ぎちょっとこの緑だけお見せしたいと思います。なのでもちろんこのね色と色がマルチであるし、これはちょっと特別なんですけど、ちょっとねこれと、あとここに入っている緑とかね、これもデュオクロームになってるので、こういったものと最後にここの緑、これはねちょっと濃いめのねこういった緑になるんですね。ちょっとこれらをねスウォッチしたいと思います。こんな感じなんですが、皆さんはどの緑がお好きですか？みんなねそれぞれね緑なんだけども、ちょっとこの右側の方だったらほんのりとちょっと黒っていうかね、もっと柔らかい色なんですけど、それとねデュオクロームになっていたりとか、すごくねいい色です。こうやって見た時のねちょっと色の見え方がそれぞれみんな違いますよね。こんな緑の差があったりします。だから緑系がね好きで探してる方っていうのはこんな見え方の違いがあるので、よければねちょっと参考にしてみてください。このディバインローズ2と一緒に使えるような色なんですけども、私は結構ねマルチクロームをいかにうまく使えるかっていうのを思っていて、なのでこのメトロポリスパレット、ナターシャ・ディノーナから出てるものですね、緑色のケースのものになるんですけども、これに関しては結構ね緑がいっぱい入ってると思います。でこの下のねところ、これとかも濃い緑が入ってるので、こういったね締め色にもすごくいいですし、この辺とかもねすごくみんな使いやすいので、こういったものと合わせてもすごく使いやすいなって感じました。次はビジアートです。ビジアート、これはねこれからレビューをするんですけども、本当に私が好きなパレットで、この辺の色味とかね結構派手な色味ですよね。なんだけどもこういったものって肌に使って大丈夫と思うかもしれないんですが、ビジアートに関しては CO の方がかなりの敏感肌の方で、いろんなプレストピグメントとかでも苦労してきた方なんです。なのでこういったものは全て彼女の肌で試されているので、敏感肌の方がね結構原色とか使いたい時はかなりこれおすすめになるんですけども、ここでもね本当に鮮やかなピンクとかこういったねものとかいろいろ組み合わせてもすごく綺麗にできるので、これもよく使っています。そして同じビディアートのパレットグランデプロ、これもねレビュー出してるんですけども、右側に入ってる色がねみんな締め色にとってもいいので、発色もすごく綺麗に出てくれるので一緒に使うこともあります。あとはナターシャ・ディノーナのサンセットパレット、これもね結構この辺の色味とかいい感じでね、これとねちょっと似てるような感じですよね。でもすごく近かったりもするので、ある意味私の中ではねちょっと兄弟みたいな感じのイメージがあるんですね。ちょっと似てません？少し。なので一緒にこう使ってあげても微妙な風味とかも出してあげたりとか、あとはねこの黄色とかもねすごくほんのり出してあげてもこの辺と相性がいいので、ちょっとね一緒に使うこともあったりします。そしてマザーシップパレット同士でも相性がいいものっていうのは本当に他にもねたくさんあるので、こういったものとねいろいろと組み合わせて使ってあげてもいいかなとも思いますが、お手持ちのパレットとかでもねいい色味があったら一緒に使ってあげても楽しいんじゃないかなって思います。
それではプレストピグメントを使わないルックが2つ、使ったものが1つ、マルチクロームを使ったルックが1つの合計4つのルックをご紹介したいと思います。最初にご紹介するのが右上のゴールドを真ん中にメインとして使ったものになります。結構ラメ感があるんだけど、柔らかいブレンディングブラシでのせてあげると細かいラメ感なんで結構ね綺麗に飛んでくれるんですよね。あまりラメ感とかはねクリースに使うのは基本としてはそんなにおすすめはされないんですけど、ただ最近のシャドウってシマーとかでもね、特にパッドの場合はクリースに使ってもそんなに腫れぼったくならないような質感のものって結構あるので、なのでちょっとこれはね使ってあげてもいいんじゃないかなと思います。で、あとは下まぶたのところにももう同じ色を入れちゃいます。こんな感じでね。でこのブレンディングブラシスコットバーンズなんですけど、先っぽがすごくねとんがってるタイプなんですね。だから下まぶたのねこういったところでもすごくやりやすいし、あとはこのねカットクリースとかする時とかもこうラインを引けながら周りをブレンディングしてくれるような感じで結構ね好きなブラシだったりもします。でこんな感じでね上下をのせました。で下段の左から2番目のね色をこの内側のところと外側の部分にしっかりと入れてあげます。外側と内側という形でブレンディングブラシでやってあげてもいいです。これだけでもこのルックでも全然綺麗なんですけど、ゴールドを指で取って瞳の上ですね、そこにのせてってあげます。こんな感じで塗りました。そしたら濃さをねちょっと足したいので、一番左側の色の濃さをね、それをこれマットなので色も締まってくれるので、外側と内側にこういったものをのせてってあげる。こんな感じですね。で境目もブレンディングしてあげる。こんな感じになります。でアイライナーを引いたら完成になります。次にご紹介するのが右下のホワイトの色味、そちらのきらめきを真ん中にのせたルックになります。このルックをしたいと思います。クリース全体に入れるんですけど、特に端っこ両端が濃くなる感じにちょっと入れていきます。際とあとは内側ね、内側と外側をちょっと濃いめになるような感じで入れながらブレンディングをしていきます。このルックが私結構好きですね、今からやるルックが。そしたら今度は濃い色ね、左下の色、これを使ってさらに両端の濃さを足していきます。こんな感じ。そして際のところとかね、この色味をね足していきます。ここもほんのりとちょっとつけます。そして真ん中のところは右下の色、この色味はねすんごくラメ感が細かくて綺麗な色ですね。これはほんと品もあるし輝きも結構強いし、すごく使いやすいと思います。濡れたようなねツヤですね。でこの太陽の光とかに当たったりとかするとね、さらにものすごくキラキラっと光るんで、これねこんな感じなんですが、で両端をさらにちょっとねさっきの濃いめの色で色の調整をかけていきます。内側もねここの部分っていうのは境目をねブレンドしてあげれるように色をのせます。こんな感じですね。そしたら最後に同じねラメ感になるものを下にも入れてあげます。こんな感じですね。でアイラインを引くとこんな感じになります。そしてこちらのルックはプレストピグメントなしでも綺麗なルックだとは思うのですが、ほんのりと最後にプレストピグメントの色味をのせたようなものになります。ピーチ色の色をのせていきます。そしたら濃いめのね左下の色、この色を取って目尻の方につけていきます。くの字になるような感じで上にちょっと上げつつも際がね濃くなるような感じでのせていきます。で下まぶたもこのくの字のね部分、ちょっと同じブラシでやりたかったらブラシをちょっとこうグッとやってあげると細くなるんで、ちょっとそれでねこういう風に入れてあげるのも間に合わせの時はありだったりもします。こんな感じでねちょっとくの字入れてあげて、で全体的にさらになじませていくと
そしたら今度はエレガンザの色、これ一番綺麗な色なんですけど、これをね取って、そして全体的にのせていきます。で下まぶたの部分もエレガンザをのせていってあげます。で際はさっきの色でねもう一回ちょっと増やしてあげても OK です。で上つなげてあげる感じで、そしたら最後にちょっと風味を出すためにピンクの色を取って、プレストピグメントですね、これをブレンディングブラシで淡く取って、全体この境目のところっていうのを淡くちょっとピンクを入れてあげる。境目のところから始まって淡くねちょっと全体にふんわりと入れてあげる。かなりね薄く最初はついてくれるので、柔らかいブレンディングブラシだと綺麗についてくれるので、こんな感じになります。そしてアイラインを引いたら完成です。最後がとっても簡単なマルチクロームを使ったルックになります。すごく簡単なのでやっていきたいと思います。アイホールのところに塗っていきます。目の骨とね眼球の間の底のところに塗っていきます。でこっちの方もねちょっと際のくの字になるようなところも一緒にちょっと軽く塗っていきます。ささっとね塗る感じで OK です。そしたら平ブラシのようなものでマルチクロームを取って、それをのせていきます。このね色の感じで、下のまぶたのところものせます。境目をしっかりとブレンディングしていきます。そうすると緑に見えたり、こっちが緑になれたりね。今緑じゃないですよね。こうやると緑ですよね。こんな感じでね光の具合でピンクに見えたり緑に見えたりするので、もうこれだけで OK だったりもします。もう全然これでいいんだけど、ただ私は結構このパレット使うことがあります。で何色を使うかっていうと、一番上のね角にあるエメラルドグリーンなんですけど、これを目の際の方にのせていきます。どんな感じになるかっていうと、この色味を取ってあげて、これをふんわりとここにね入れてあげる感じにします。下まぶたのくの字とねちょっとこんな感じで入れてあげます。そうするとほんのちょっとなんだけど、こうやった時の濃さがちょっと増える感じなんですよね。こうやった時の濃さが、これ完全に好みなのでこんなに濃くしなくてもねいいので、ただその時のね服とかそれによってはもうちょっと濃い方がいい時もあるので、そういう時はこのぐらいにねちょっと濃さを足してあげることもあります。こんな感じ、このぐらいか、またはこのぐらいしっかりねちょっと深みを出るような感じにするかっていった違いですね。両方つけるとこんな感じですね。さっきよりも若干ちょっと濃い感じになるかと思います。ということでいろんなね組み合わせをしてみても楽しいかなって思います。では感想などを伝えていきたいと思います。ちょっとねこの子と一緒にうちのリオちゃんです。リオもね他のインスタ載っけてるので、そちらももしうさぎとか好きな方いたらご覧ください。もうね今回本当にちょっとねマルチクロームが欲しいなと思ってたんで、他はでも今までそういう色好きだったから似たような色かなと思ってあんまりね迷ったんだけど、レビューしたいしと思って買ったんですね。でもね買った中でもやっぱねいろんな人にとってすごいね使いやすいような、パッドが初めてでも結構使いやすいんじゃないかなと思うようなパレットだったりしました。マルチクロームでもいろんな方が使えるようなそんな仕様になってるっていうのもあったりします。なのでね結構良かったなと思います。初めてパッド使う方でそんなにギラギラしたくないっていうような方は結構これもいいんじゃないかなって思ったりします。最近 YouTube も上げられてなくてかなり久々になってしまったんですけど、 YouTube 載っけていない間とかねこの子と戯れたりとかいろいろと充電してました。ということで皆さんコロナもねいろいろと今すごく流行してるんですが、本当にお気をつけてください。そんな時こそねいろいろ結構コスメとか興味のある方にねこう目線を向けてなるべくポジティブにいたいななんて思ってます。ということで本日もご覧いただき本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。